Hello， 大家好，不要叫我小胖子，你们的爸爸妈妈来了哟。はい、皆さんこんにちは。今天来到了名古屋に来ております。今日は名古屋出張で撮影をしております。然后今天的拍摄我有了合作伙伴叫刘さん。因为他不愿意出镜，但是今天拿相机的都是刘さん来负责一下摄影师。谢谢刘さん，ありがとうございます。为什么我来到了名古屋呢？因为我想采访一下我的一个日本朋友是什么样的人呢？以后给大家介绍一下吧。话少一点说了，就开始了。觉得好看的话，别忘了给我点赞，并关注一下我。那么就开始了。本次嘉宾服部里奈，自从2018年在上海作为外派员太太读过了3年。2020年疫情开始时，正在怀第2胎的她带着长子完全回国到日本。在与丈夫分居的生活中，她一边独自照顾2个孩子，一边经常还开了美甲沙龙。究竟是什么让她如此充满活力呢？通过采访深入挖掘她回日本之后的故事。我给大家介绍一下今天的特别嘉宾是这位服部里奈ちゃんです。今日私場所まで来たのでネイルを里奈ちゃんにしてもらいながらのインタビューっていうのをちょっと今日は試してみたいなということでお付き合いいただければと思っております。マグネットってやったことある？ある。めちゃくちゃ。でこれでマグネット？あ、そうそうそう。今それはベタ塗りしてるのかな。肌なじみがいい感じのベージュがいい。いやもうもっと逆反対色反対逆違うなんかどう言えばいい逆好了呢，所以我跟大家讲一下，我本来没有什么美意識がないから，我这个对这个美容方面的特别是个词穷，你知道吗？伝えるとなんか難しいよね。そう難しい。毎回すごい恥ずかしいよ。いやこちらのなんか引き出す技がある。上海自体は期間はどれぐらい行ってたの？転勤が決まってからまだその時は妊娠中で、まだ仕事ネイルサロンで働いてた頃だったんだけど、もう言われた時はもうすっごいショックで行きたくなくてあ、そうだったの。最初はそう行ったことがないからその中国自体私と逆だね。私はね喜んでやめてイエーイって言って行ったタイプだから、行きたくなくてっていう話は逆に新鮮。そう初めて行く場所っていうのがだし日本じゃないし初めての子育てだし、っていうのもあって不安すぎちゃってめちゃくちゃ泣いて。あ、泣いたんだ。そう嫌すぎて。でももう次の日には覚悟を決めてついていくって言って、そう目を晴らして仕事したその日は2ヶ月ぐらいかな。でも私ずっと引きこもってた。あ、最初？最初。知らなかった。そう。家にいたの？家にいた。あ、そうなんで？スーパーに行くのも嫌で、みたいな。そう友達もいないし、スーパーに行って中国語でバーって話されても分かんないから怖いみたいな。そこからどうやって変わっていくわけ？このままだとまずいなって思って、でインスタでタグで検索したね。その当時は。同じ立場。上海駐在だったかな。でタグで検索した子に連絡をして。なんか友達になってほしいみたいな感じで連絡したのかな。向こうだとさ初めて会う人なのに家に招いたりするじゃん。そうだからこっち帰ってきて、距離感ちょっとバグってんのよ私たち。そう名刺交換とかが慣れなかった時にメールだと多分面倒くさいと思うんでLINE でもとかって言ったらすっごいなんかびっくりされて 2,3 回は会わないと LINE って言わないかもね。あ、そうだね。初めましてではないかも。それでね私はねドン引きさせました。
させましたよ、ドン引きを。いろんな人と知り合ったよね、あっちって。本当にいろんな人と知り合って向こうだとやっぱ積極的になれたというか、日本では積極的になれないけど向こうだとなんか性格ちょっと変わった感じする。そうめちゃくちゃ変わったと思う。あれきっかけで。そう一人で結構何やるにも不安で苦手っていう意識が強かったけど、なんかあっちに行ってからもう結構何でもできるようになったみたいなのもあるかも。いつ日本に帰ってきたんだっけ。次男を出産する時だから2020年の1月とか2月だったかな。そう出産が日本でする予定だったから急遽日本に帰ってきてからもそっから日本。そう戻りたかったけどね。私が知り合った時ってもともとネイリストだったって言ってて、でやんないの今って言ったら、いやなんかその時さりなちゃん、いや粉塵とかが飛んで子供に体が悪いから言ってたで店開いてたんだって。なんかあの時の感じはもう一生ネイルはやらないぐらいの印象だったの。そうもうなんかやらないかなみたいな、もういいかなネイルはみたいな。なんか自分もやっぱそもそもネイルが好きだからネイルサロンに近くのね、ネイルサロンに行ってたんだけど、なんかやっぱりみたいないいサロンがないなみたいなのから始まって、私もでもやりたいな、好きなサロンなんかいい感じのサロンがあんまないならなんか自分で作っちゃおうかなみたいな、ほんと軽い気持ちで開業したかも最初で、子供もねいるから預けてなんかやろうかなみたいな始めて、どんどんやっぱり好きだっていう気持ちがのめり込んでいったというか、やっぱ好きだなみたいなのでどんどんもっと頑張ろうみたいな気持ちになって、やればやるほどハマるみたいな感じかな今は。フットワーク軽くなったからっていうのってあったんじゃないかなって勝手に予想はしてたんだけど、なんとかなる精神はできたかも。やっぱり一応入れてください。羨ましかったよね、すごくその上海の人に対して、その外でバンバン女の人も、店とか開業する人もたくさんいて、かっこよかった。かっこよかったよね。羨ましいって思った。軽く考えれるのとこも羨ましいっていうか、別に店こうやってやればよくない、こうやってこうじゃんみたいな、あんまりね考えずにね、そう本当フットワークが軽くて、じゃあ親指一本で入れてください。ワンオペとは何かっていうのがテーマなんです。あ、そうなの？ワンオペが私はテーマで、そうだ。なんで日本人のお母さんってそんなできんのって聞かれるわけよ。ちょっと当時振り返ってどういう状況だったかもう一回ちょっと教えてほしくて。一人で子供を一人連れて帰ってきて、で出産した当時はしばらくは夫は日本にいたけど。でちょっと経ってからもう上海に戻っちゃったから、そっから、出産したので子供2人と私1人みたいな感じで、実家の近くで住んでたかな。あんまじいじばあば頼ってっていうのって私たちないくない？まあ近くにはいたけど、やっぱじいじばあばはじいじばあばだから独立してるよね。なんか自分のなんか人生楽しんでるじゃん。そうあんまりそんななんか中国みたいな感じじゃないよね、やっぱり。マンパワーの一つとしてはさ、カウントできないよね。ご飯とかもね、自分でね、我々全部だから帰ってきて、迎えに行って帰ってきて、お買い物なかったらお買い物行くけど、大体でも週末に買い物行って買いだめする。そう買いだめして、でそっからでお風呂入れて寝かしつけて保育園の準備してみたいな。ねえ、りゅうさんどう思うこれ聞いて。いやなんかすごいなかなかやっぱお買い物に行くっていうのがやっぱ難しいから。でも週末買いだめするんでしょ。そうどうやってしてたの？一人で二人やっぱ見るのが難しいから、めっちゃみたいな走ってっちゃうから、お買い物行った時のスーパーのお肉屋さんとかでね、なんか包装されてるラップに穴をプスってとか、買う予定ないやつ買わなきゃいけないみたいな。めっちゃベイビー一本で入れてください。なんかあっちにいた時ってさ、ネットスーパーもあって、ワイマイもあって、使いまくってて、愛さんも雇ってたわけですよ。でこれに慣れ
ててそう日本帰ってできるのかってすごい怖かった私。でもさできてるじゃん。まあなんとかやっぱりなってる。日本って国がちっちゃい。あ面積がちっちゃいのよ。私たちが住んでたマンションって駅までさ出るまでに懐かしい。 8分ぐらいかかったじゃん。そうだよね。駅まで10分近くかかんない。そうでも日本は家から出たちょっと生活圏の間にコンビニあってこじんまりしたスーパーあってだからそのコンパクトなのよ。すっごい広い部屋住みたくなかったあっちって。で住みたかった。そうで私最初リャンファンに住んでたんですよ。2部屋のところに住んでてで子供が生まれたから 3L に変えたのよ。あ、そうなんだ。そう物が増えるからと思ってで広い部屋にしたら自分でできなくなったのよ。できない。そうでそしたら人がいるようになっちゃったのよ。だけど日本って面積狭いじゃない、狭いからめちゃめちゃさ掃除もすぐ終わるし。そうなの。そうでしょ。いやあの時は広かったもんね。一個一個の部屋がさ。そうスーパーの売ってるものも違うんだよ。炒め野菜とか売ってるじゃん。あ、そうだね。そのまま食べられますとかさ、皮むいて切ってなんかちょっと柔らかくしてとかしなくてもカレーできますみたいな。向こうって一個一個が本当に大きいからなんかお魚もねそのまんまで売ってたりとかさ、なんか鶏もそのまま売ってたりとかさ。そう日本はねだからワンオペできると思ったね。まとめるとそうだね。そう家ちっちゃい、そう街ちっちゃい、で生活圏に全部集まってるから、できるかな。中国ってどんな時間だったってそれが今と何かつながってるところがあるかっていうところで本当にめちゃくちゃ行ってよかったなって思うね。今思うとすっごい本当に最初は泣くぐらい引きこもるぐらい嫌だったけどあの2ヶ月もったいなかったなって思う。もっと早く行動してればよかったなって思うぐらい楽しかったし、もうちょっと長くいたかったな。もっと中国でそう生活したかった。コロナがなかったら生活できたのになと思って向こうでもっと子育てしたかった。あ、子育てしたかった。そう本当地下鉄とかバスとか乗る機会も多かったけど乗って泣いても誰かが私と一緒にあやしてくれたりとか、みんながあったかかったからやっぱ本当イメージと全然違った。日本人ってなんか中国行くの大丈夫みたいな感じで結構友達に言われて。言われたよね。そうめちゃめちゃ言われた。ネガティブなことめっちゃ言われたよ。ポジティブなこと言われなかったんだけど、もうめちゃくちゃ良かったよみたいな、そうこっち帰ってきてみんなに言うみたいな、そうすごいいい人ばっかりでみたいな。また行けるになったら行きたいと思う。行きたいまた。行きたいよね。普通に旅行でも行きたい。みんな見て可愛いでしょ。そう我觉得他很厉害的是做的这么快，然后做的这么厚，分厚いんだよね。わかるかな？如果大家想要一下和我一样同款的这样的话，可以约他一下就 OK 了。ありがとうございます。今日は以上です。皆さん下次见，拜拜。